それで映画見に行ったんですよね、新宿に。結局でもなんだろう、映画もちょっとラグジュアリーな席で見に行ったんですよね。ちょっと普通よりもちょっとゴージャスな、ちょっと料金高めな、なんかラグジュアリー席みたいなのあるんですよね。ウェルカムドリンクみたいなのがあったりして、映画見る前にラウンジに入れて、映画見る前に一息つけるソフトドリンクが出てきて、ちょっと料金高めなんだけど、そこでシートもちょっと倒せて、でも映画が内容がちょっとホラーだったのね。みたいな感じで彼女が来るかなみたいな想定していたんですけど、めちゃめちゃ昭和の漫画や亀仙人みたいな考え方で、結局見に行ったら、なんかキャーとか言うのはなくって、淡々と見てたんですけど、俺がビビってたみたいな感じで、内容で結構怖いやつなんですけど、なんかこれってデートで見るもんかなとか思ったんですけど、その後食事したんですよね、映画終わったら。それでなんか彼女からはやっぱ言い出させるのは悪いなと。男だね、それは悪いなと。もう自分から、もういつ出すかと思ってたんですよ、自分でね。なんていうんですかね、貸すんだけど、気分としてはなんかいい気分なんですよね、変なの。だってその先になんかそうね、すごい素敵なことがあるかもしれないっていう希望も持ちつつみたいな。それに悪いことしないから。そうだね。助けるために。そうそう。だから10万を。か弱い女の子が困ってるのを。困ってるのを助けてるわけだ。僕の方が立場が上というか。どんだけ自分好きなんだよ。上ではねえだろ。なんか俺かわいやなんかこれ。まあいいや、はい。それを。ちなみにその10万円はどうしたの？いや、10万円は本当に自分で持ってたんです。普通に貯金してたやつ。多かったわけじゃないですけど、貯金が。でも彼女のためなら持ってたんですよ、その時は。だから封筒でこれ確かめて、これで良くなるっていい。彼女いいの？借りちゃって必ずこれ返すから、ありがとう。彼女受け取ったのね。よかった、それでよくやるんだったら。で終わって、その日はね、しばらく経ってから彼女っていうかそのお店のメール来て、今度なんかよかったら池袋で卓球ができるところで遊べるんだけど、そこ来ないみたいな誘いが来た。あ、本当にみたいな感じで、彼女誘ってくれてるんだったら行ってみようと思ったんですけど、行ってみるけど、その来ないって言われたのがしばらく経ってからですよね。2ヶ月ぐらい経ってからかな。その10万円あげてから。そう経ってから。でもその10万円の貸したことに対して全然音沙汰ないというか、いついつ返すねとか、そういうあれもないわけです。だからちょっと不審じゃないけど、ちゃんと返してくれるのかなみたいな、ちょっと心配になってっていうか。なるほど。10万円返してくるのかなと。そうちゃんと返してくれるんだよねみたいな思って。でもなんか100均のやつで誘われてるから、もしかしたらその時に彼女に会って返してくれるのかなと思って。でだけどそのイベントがちょっとよくわからないっていうか、なんつうの、疑っちゃいけないけどキャバクラの子だし、ちょっとわかんないなと思って。そういうことが出るんだったら初めから貸せないそうなんだけど、だから順番は出るかもしれないけど、もうその時は彼女のためにと思ってたのね。10万円返ってきてないからね。そうでも帰ってきてなくて日にちが結構経ってるから大丈夫かなっていうか、それはもちろん返してもらわないと困ると思ってる。返してくれると思って渡してたのね。性善説じゃないけど、その子はいい子だからと思って。急に頭いいことやってることはちょっとあれだねと思ってそれをでも自分一人ですと不安だと思って、友達、それこそ
っていいだろそれはもうまあいいや。それで行ってで卓球もやってるよ確かに。セイはキモニャ、ナワロドリゲス、セーラー服着たキモカワ猫です。オイラが噂のイエローフェイス、リュウサー気取りのパマセイヌ。周りのこいつらなんか変な、ああいい言葉はえんなえんな。周りのこいつらなんか変な、ああいい言葉はえんなえんな。もう食べたい肉団子、今日も食べたい肉チャーシュー、今日も食べたい肉チャーシュー、今日も食べたいえんなえんな。いいよ脱線したから戻します。強引なドリブルヒューター。俺は我の強い